強行への動機と準備。1971年、昭和46年3月2日、群馬県高崎市に住む大久保清、当時36歳は、過去の罪により、約3年8ヶ月間の懲役刑を終え、仮出所し自宅へ戻りました。更生を誓い、人生をやり直すつもりだった大久保でしたが、家族の態度は冷淡でした。特に、別居中の妻をめぐる家族の対応を知った彼は、その恨みを、自分を裁いた警察や検察、そして被害女性たちへと向けていきました。大久保は、直接的な復讐が困難だと判断し、代わりに被害女性たちと同年代の女性をできるだけ多く殺害することで、世間を大いに騒がせてやろう、と考えるようになりました。仮出所からわずか70日余り、逮捕されるまでのこの短い期間に、大久保は周到な準備を進めます。彼は、ベレー帽にルパシカ、ロシア風上着、という得意な服装に身を包み、白い新車のマツダ、ロータリークーペを駆使しました。その走行距離は1日平均約170キロにも及び、まるでタクシーのように群馬県内を走り回りました。大久保は、自らを、画家、美術教師、英語教師、などと偽り、若い女性たちに声をかけます。絵のモデルになってくれませんか。モデルになってくれたら5万円差し上げます。私の絵は1枚30万円以上で売れるので、売れた時には別途10万円を差し上げています。こうした甘い言葉で女性たちを誘い、車に連れ込みました。わずか41日間で繰り返された惨劇。大久保が声をかけた女性は127人。そのうち、車に連れ込まれた35人の女性を相手に暴行を伴う犯行に及びました。そして、彼に抵抗したり、警察へ被害を届け出る恐れがあると感じた8人の女性を殺害しました。最初の犠牲者を出した3月31日から、8人目の犠牲者を出す5月10日まで、その強行はわずか41日間で連続して行われました。しかし、この8人という数字はあくまで警察が確認した件数であり、被害者が届け出を出せずに表に出ていない事件が他にも存在する可能性が指摘されています。犯行の隠蔽は、彼の異常な執着と計画性を示していました。大久保は、殺害した女性の遺体を遺棄する際に、発見を困難にするための、極めて巧妙かつ周到な隠蔽工作を行っていました。遺棄場所にもこだわり、造成地など工事作業で土が深くかぶせられ、遺体がより深く埋まるような場所を選んでいました。この事件は、戦後に女性7人を殺害した小平義雄連続殺人事件と比較されることが多く、第二の小平事件とも呼ばれました。小平が約1年2ヶ月かけて7人を殺害したのに対し、大久保はわずか41日間で8人の女性を標的にしています。2人とも女性の心理を巧みに操って誘い出している点では共通していました。被害の連鎖と犯人の異常な言動。1971年3月31日、最初の犠牲者となった田野郡の高校生、津田さん、17歳。を殺害した後、大久保の凶行は止めどなく続きます。4月6日、高崎市のウェイトレス、及川さん、17歳。4月17日、前橋市の県庁臨時職員、井田さん、19歳。4月18日、伊勢崎市の高校生、川端さん、17歳。4月27日、前橋市の高校生、佐藤さん、16歳。5月3日、伊勢崎市の電電公社職員、川穂さん、18歳。5月9日、藤岡市の会社事務員、竹村さん、21歳。5月10日、前橋市の家事手伝い、高野橋さん、21歳。大久保は、巧みな嘘や自己紹介で女性たちを誘い出しますが、その嘘がバレたり、女性たちが警察や家族に関する言葉を口にすると、逆上して暴行に及び、命を奪いました。例えば、ある女性が、
私の兄は検察官をやっている。と告げたとき、大久保は、若い女性が嘘で、検察官、という言葉を使うはずがない。と動揺し、殺意を固めました。また別の女性が、前回の関係を、事件になる。と示唆したり、父は派出所に勤務している。などと警察関係の言葉を口にすると、彼の持つ警察、権力への異常な憎悪が刺激され、犯行へと突き進みました。特に5月3日、6人目の犠牲者となった川穂さんを殺害する際、彼女が、最近、帰ってきたんだってね、と大久保の刑務所帰りの事実を指摘した上、車内にあった3人目の犠牲者、井田さんの写真を見つけ、この人の家を教えて、と詮索したことが、大久保の殺意を決定づけました。彼の犯行は、単なる性的暴行目的ではなく、裏切られた、詮索された、馬鹿にされた、と感じた瞬間に、自らの過去や警察への憎悪を重ね、女性たちを抹殺することでその鬱憤を晴らすという、極めて自己中心的な動機に基づいていました。逮捕と科学捜査による決め手、事件が発覚したのは、7人目の犠牲者、竹村さん、21歳の失踪でした。5月9日夕方から竹村さんが帰宅しなかったため、兄である竹村製作所の社長、竹村光雄氏、当時36歳は、10日未明に警察へ問い合わせました。そして10日午前6時半ごろ、光雄氏が市内で必死の捜索を続ける中、他の信用金庫の駐車場に彼女の自転車が放置されているのを発見します。午前9時半ごろ、白いマツダのロータリークーペを運転してきた男が、軍手をはめて自転車に近づき、指紋を消すような動作を始めました。この男こそが大久保清でした。光雄氏は、不審に重い声をかけましたが、大久保は意味不明な言葉を言って逃走しました。しかし、光雄氏は、車のナンバー、軍55-185を正確に記憶し、警察に通報しました。警察はナンバーから大久保清の身元を特定し、緊急捜査を開始。その後、民間捜索隊の懸命な追跡協力もあり、5月13日午後6時半ごろ、前橋市内で大久保は取り押さえられ、藤岡署に移送。翌14日未明、わいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。逮捕当初、大久保は頑として口を割りませんでした。取り調べに対し、俺は人間じゃない、血も涙もない冷血動物だ、と反抗的な態度を繰り返していました。しかし、当時の科学捜査は驚くべき成果を上げます。研究所は、大久保が犯行に使った白いクーペの中から電気掃除機で採取した約200本の体毛と、公開捜査中の家に一軒一軒で剥いて収集した2000本の体毛を丹念に比較分析しました。その結果、車内の体毛が8人の被害者女性全員のものであることを証明したのです。この物的証拠を突きつけられた大久保は、ついに自供を開始。逮捕から80日後のことでした。地道な科学捜査が、彼の冷徹な沈黙を破る決定的な要因となったのです。死刑の確定と執行。事件後、大久保の獄中式が出版されるなど、世間を騒がせました。当時の専門家による精神鑑定も行われましたが、1973年、昭和48年2月22日、前橋地裁は大久保に対し死刑を言い渡しました。大久保は控訴しなかったため、死刑が確定しました。1976年、昭和51年1月22日、大久保清の死刑が東京拘置所で執行されました。刑確定からわずか3年後という異例の速さでした。41歳でした。執行当日、大久保は特別警備隊が棒の前に来た音を聞いても平然と構えていましたが、保安課長が正面に立ち、事態を初めて理解すると、平然とした姿勢が崩れ、激しい動揺をあらわにしたと記録されています。この凄惨な連続暴行殺人事件は、当時の日本社会、
特に群馬県内に甚大な恐怖と不信感を植え付けました。事件後、群馬県内では松田系の車の売り上げが激減するなど、社会に奇妙な余波を残し、人々の日常に潜む犯罪の恐怖を鮮烈に刻み込みました。